横尾さんはいろいろほら14の作る上でのルールみたいのが大変だったんじゃないの？そうですね、14ってすごいコンシューマー僕長く作ってるんですけど MMO が初めてでMMO 独特のルールがですねすごいたくさんあってすごくびっくりしました。それでいろいろ話を作るのが大変でした。あと怒られてたよね、非化線はそんなことしないって。そうですね、なんかむちゃくちゃな話書いたら光の戦士にそんなことをさせられないって言って断られました14チームに。斉藤陽介です。ニーヤオートマトのプロデューサーをしております。ヨルハダークアポカリプスではテストプレイヤーとして参加させていただいてます。メインジョブはパラディンです。サブタンクです。よろしくお願いします。僕はファイナルファンタジー14のプロデューサー兼ディレクターで、ヨルハダークアポカリプスに関しては、全体監修とか開発ニーヤチーム、横尾さんをはじめとするニーヤチームからリクエストが来たものに対して開発チームが判断に困った場合は僕が判断するっていう形でやってます。横尾太郎です。ニーヤオートマトのディレクターをやっていて、今回のヨルハダークアポカリプス、はい、ダークアポカリプスの、監修ですね。監修と原案と監修をやってます。シナリオのいろんなあらすじとかと、あといろんな映像とかの監修をやらせていただいてます。なんですが今お仕事として今吉田さんと斉藤さんの後ろでソファーの後ろで頭を上げるっていう仕事をやってます。よろしくお願いします。斉藤さんと横尾さんと仕事がしたかったので、何も理由を告げずに食事に行きましょうって言って肉を食べ、ワインを程よく赤と白が2本ずつ空いたあたりでどうですかっていう話を、買収ですね。ベロベロだったんでほとんど記憶がないんですけれど騙された感じがなんかすごいでもいい肉だったことは覚えてます。さすが吉田さんと思いながら食べてました。イバリス終わるからじゃあ次何にしようっていう時にニーヤどうみたいな話。そうですそうです。いやそこはなんかもうちょっとプレゼン的になんかニーヤのその暗い雰囲気とダークなシャドウの雰囲気が合うからやりました。合うからみたいな、そういう適当なこと言うのが仕事なんじゃないですか。今の横尾さん言ったのが真実です。でも一個真面目に言っておくと、本当にニーヤオートマタ発売の後からその 2B だったりその 9S だったりいろんなキャラクターのコスチュームをとにかく14に実装してくれ、あと何か一緒にコラボレーションやってくれってすごい世界中のファンから本当に言われて、イベント行くたびに。でこれはその横尾さんと斉藤さんと何か一緒にやらなきゃ。でコスチュームの交換だけだったらぶっちゃけデータだからそんなにコストもかからないんですよ。すぐやれば。ただつまんないなと思って、それだとなんか他のゲームでやってるコラボレーションよりうちのはクロスオーバーなんだみたいな、だったらもう横尾さんにシナリオまで書いてもらってその装備を手に入れるのに苦労してもらった方が面白いだろうっていう思いはもちろん前提にあるので、それを全部やろうと思った時やっぱりここからのタイミングっていうのが一番コンテンツボリュームも作れるのがそう思った理由ですかね。私たちは横尾さんと一緒にテストプレイをさせていただいて、なんていうんですか、ユカペロっていうんですか、死ぬほどしてでもめっちゃ面白くて素晴らしいなと。特にそのなんてカットシーンですかがもうめっちゃ良くて、すごく頑張って作ってくれてたので感動しましたよね、横尾さんね。いやもう俺感動とかそういうんじゃなくて即死がずっと続いたんで難しすぎてよく14ファンはこんなのしょっちゅうやってんなと思って。でも横尾さん確かにチャットでも
もう勘弁してくれとか、もう俺を蘇生しないでくれとかこう結構言ってましたよね。このまま楽にしてくれみたいなお願いだから殺してくれみたいな。そう言ってたにもかかわらず、プレイスルーが終わった後 BGM の鳴らすタイミングはこの場所この位置に先頭を走っているプレイヤーが到達した時に切り替えてほしいとか、演出の指示書がその後来て、横尾さんなんかすごい冷静にきっちりディレクションしながら見てたんだと思ってちょっと感激したんですけど。いやあれは演技だったんですか？いや違う、あれはあの後動画を見て冷静になってから動画を見て指示をしてます。ゲームしてる最中はそれどころじゃないですよ本当にもう。まあ分かる、その気持ちは分かる。2回って誰も決めてないんで、今までそういうフォーマットだったからってこと？そうみたいですよ。あと156回続きます。あ、156ぐらいで大丈夫？あ、そうですね。そのぐらいで描ききれます、俺の構想は。なるほど。まあまあだね。じゃあそうしよう。マジですか？とりあえず次のパッチでデータセンター一つ消すんで。あ、出た。俺の中のなんかイメージは、みんな今頑張って夜派舞台の衣装を取ってもらってるじゃない？あれ消えるんですよね。撮ったやつが？そうあれ、それがなんかニーヤっぽくない？だから今だから無駄だと思います、みんなが集めてるの。何人か死ぬと思うなそれ。俺の中のエンディングスタッフロールがそれで流れる感じです。みんな消えるんです。はい。実装から2日でだいたいあれ1時間ぐらいかかるじゃないですか。100周したっていう月曜日に違うな、その実装されてからその週末までの間に100周したっていう海外の方のを見て、ロットが弱いのかな。はい8人、まあ24人に対して3つしか箱が出ないんですけど、それのためにっていう。それはが言えないからしょうがないよ。個人名出ましたね。もう一人のが悪い。だってね、別に24個出してあげればいいのにね。なんかニーヤから行った人たちがですね、14になんかあれに頑張ってたどり着いたけれど、全然 2B のコスチュームは出ない。24人中3個しか出ないっていうところのそのドロップ率の低さについて、あれはなんか横尾が意地悪してるんだみたいな、そういう意見があったんですけど。僕も見ました、その意見を。違う、俺何一つ言ってないです。あれは全て14の運営さんの呪いがあそこにかかってるわけです。はい、でも横尾さんのせいだからね、しょうがない。そうですね、俺のせいでいいですもん。はい。いやでもちょっと真面目な話すると、5.1 では割とニーヤという世界観をお披露目するというか、そういうご挨拶的な要素が強かったんですけれど、これからどんどんちょっとなんか物語的には人間性の話にシフトしていく予定です。でもそれはすごく僕14作ってる時に悩んで、どうしたらいいのかなって悩みながら作ったら、意外と今まで描いたことのないタイプの話になりそうで、これ関わってよかったなって普通に嬉しく思います。ただ半分ぐらいの人がすごい怒る話になっちゃうと思いますけどまあもうそれはしょうがないです。皆さんさよなら。いいじゃん、だから装備を消さないでおいてやろうって言えばいいじゃん。それもバーターです。装備を消さないでおいてやります。やろう。上から目線。データセンター消されるよりはまだね、アウトフィットの方がまだ良かったですけど、今でもちょっとヒューマニティっていう単語が出てきて、日本人の僕がその横文字を聞くとちょっとポジティブな言葉のイメージがあるんですけれど、ヒューマニティって、実際はその人間性の中のどっちかっていうと汚れた部分の人間性が出てくるので、そういう部分を楽しんでいただければなと思います。人間の見たくない醜い面ですね。はい。なんで見たくないもの俺は作るんだろう。アホなのかな。ニーヤに関してはシリーズの10周年が来年ありますし、今本当にダークアポカリプスの多分アップデートのタイミングとね、いろいろ時期的な被りが多分あるはずなので、世界中のその14ファン、ニーヤファンの方と会える機会があれば直接会っていろいろコミュニケーション取れればいいなと思っているので。
まあ、正直に言うとなんかすごく楽しんでいただける自信があるかっていうといつも全然そんなことはないなっていう風な気持ちで作ってるので、ただ全力で何かしら意味のあるものを皆様にお届けしたいと考えてるんですけど、今回の14のコラボは特にいろんな意味をなんかいい意味でも悪い意味でもなんかこうお客様と作る我々とのなんかこうコミュニケーションというか交わりを感じられる話になっていく気がします。予感がします。はい。なのでMMO ってなんだろう、コンシューマーと違って一人でやるわけじゃなくてみんなでやる時代性と場所性みたいなところがすごく面白いなと思って、それにリンクするような話に携われてすごく楽しいので感想するまでお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まあ今回第1弾ということで正直まだまだ小手調べかなと思ってます。ただその小手調べっていう状態でやっぱ14とニーヤの融合をしても大丈夫なんだっていう多分安心感を持ってもらいつつ、再現性すごいなとかよくわからない部分があるけど双方のなんだろうコンテンツのクオリティの高さみたいなのは多分感じていただけたので、まあ、第2弾までもう少し時間があるからぜひまだ例えば14プレイヤーでニアオートマタ遊んでないっていう人はこの期間中にやっぱりプレイした方が、まあ、今身の回りの非課戦でプレイしてる人たちのなんていうの感激具合とかを見ててその気持ちが多分分かるようになるっていうのは一つさらにコンテンツを楽しめる秘訣だと思うので、まあ、ぜひやってみてもらいたいですし、逆にニーヤファンでここまで多分来て今回のダークアポカリプスやってるってことは相当14やってくれたと思うので、その方は次の第2弾が出るまでいろんな遊び方できるので急いでここまできっとやってきてくれたと思うから、まあ、ゆっくり自分のペースでいろんなものを14の世界の中を見てもらえればと思います。まあ、第2弾頑張りつつですね、完結の後残り156回そうだね、完走するまで頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ長生きの方よろしくお願いします。それではバイバーイ。またねー。まだいるよ。